皆さんごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題は、ウクライナ軍によるロシア軍黒海艦隊への攻撃。この攻撃の狙いと、この攻撃で最近どのようなものが行われているか簡単にまとめるとともに、最終的な目標がどこにあるのか、その戦略的な目標についての解説をしていきます。それでは直近の11月4日、ウクライナ軍がクリミア半島の東側、ケルチ市にある造船所に対するミサイル攻撃を行いました。この戦果報告が上がっているので、この話から始めていきましょう。今回ウクライナ軍が攻撃したのは、クリミア半島東部にあるケルチ市ザリフ造船所です。中撃を目前に控えたロシア軍の軍艦が巡航ミサイルの直撃により大破しました。攻撃に使われたのはフランスから供与された巡航ミサイルスカルプだと見られています。これはイギリスから供与されている巡航ミサイルストームシャドウと姉妹品のようなもので同等の性能を持っています。今回ウクライナ軍の攻撃で大破したのはロシア軍の最新鋭艦アスコルドです。つい近年に建造が始まり、そして浸水もまたつい最近と、さあいよいよこれから黒海艦隊へと引き渡しが行われるかといったような新造艦です。排水量は800トンで、これはすでに撃沈された黒海艦隊の旗艦モスクワに比べると10分の1程度の船ですが、しかし攻撃に非常に特化している性能から巡航ミサイルを8発搭載しており、これが黒海上に自由に動き回れるようになると非常に厄介な相手となります。大きさがない分素早く動き回るといったことが可能なわけです。こちらが第一報で伝わってきたケルチへの攻撃、その当時の様子です。左の映像においては住民が撮影しているもので、巡航ミサイルが着弾したところを捉えていました。そして右の画像はその着弾後炎上が続いていることを示していました。そして後に公開されたのが巡航ミサイルが直撃したことを示すこちらの動画です。船の中央部分に直撃していることを示す大きな爆煙が上がっています。炎上火災し、消火の後に捉えた写真がこちら。船の上部構造にはかなりの打撃を与えていることに成功しています。この様子から見て、この船がすぐに使われることは全く考えられません。破壊された部分を一度全て取り払ってからもう一度作った方が良いかもしれませんし、もしくはそのような手間暇などを考えると、もはやこの船は使わずに廃棄される可能性すらあります。このようなウクライナ軍の遠距離攻撃は、ケルチ市だけではなく、すでに以前、黒海艦隊の母港であるセバストポリなどにも行われました。こちらが黒海艦隊の艦隊司令部に対する巡航ミサイルの攻撃です。ロシア軍はこの地域に防空網をしっかりと張っていたと主張しています。しかし結果としては、重要施設に直撃弾を受けており、ロシア軍の防空網は決して万全ではないことを示しています。他にもセバストポリに対する攻撃では、輸送艦や潜水艦などが大破しており、また、艦隊にとって重要な燃料貯蔵庫などに対する攻撃などもすでに成功しています。このようにクリミア半島のセバストポリ、ケルチ市に対する攻撃が成功したことにより、ロシア軍の黒海艦隊はクリミア半島に留まることのその危険性というものがより強く認識されることでしょう。そのため、ロシア本国のノボロシスクやもしくはソチへとさらに後退を迫られることとなります。陸上戦力と違い海上戦力であるこうした軍艦は建造に非常に時間のかかるものですから、損害を無視してセバストポリやケルチに軍艦を留め置き続けるというのはかなり危険なことです。しかし、ノボルシスクやソチへと活動拠点を移していけばいくほど黒海艦隊のこの海域全体に対する影響力は下がっていくこととなります。そしてウクライナが目指しているのはそのような黒海艦隊の影響力を下げることです。どうしても話は軍事的な面に偏りがちになるわけですが、軍事攻撃は政治的にも経済的にも意味が大きいのです。例えばウクライナは穀物が非常に多く取れる国で、ヨーロッパだけではなく中東地域などにも多くの穀物などを輸出しています。しかしそれはロシア軍による本格的な侵攻によって黒海が危険になったことにより以前よりもずっと困難になりました。陸上ルートでの輸送にはコストが非常に高くなりますし、かといって隣国のルーマニアなどから船積みして輸出するにもそれぞれの国にある港はそれぞれの国のそれまでの貿易に応じた規模になっており、ウクライナにとって最大の貿易港オデーサと
同規模の輸出能力を持つ港は今から施設を整えるのは非常に難しいのです。そうしたこともあって、クリミア半島にいる黒海艦隊、これをいかに撃滅していくかは、ウクライナにとっても貿易ルートを再開する上で非常に欠かせない要素でもあるのです。なお、トルコはボスポラス海峡において軍艦の通行を禁止しています。ですから、ロシア海軍としては黒海以外の場所にも艦隊はいるので、ここさえ通れば、失われた軍艦を補充することも可能です。しかし、トルコがこの通行を禁止している間は、ウクライナ軍に攻撃をされて失われた艦というのは数を補うことができません。そうしたこともあって、ウクライナは、自力でなんとか黒海艦隊を少しでも封じ込めようとして様々なタイプの水上ドローンの開発に取り組んでいます。巡航ミサイルの射程距離が250キロ程度なのに対して自力で開発するこうした水上ドローンは必要に応じてどんどんと航続距離を伸ばしていくことが可能です。クリミア半島から離れた黒海艦隊を追いかけるような形でウクライナ軍が水上ドローンで攻撃の手を伸ばしていくことでしょう。そうすることによって海上ルートが再び再開されれば、ウクライナ経済の再起動に非常に役立つはずです。ウクライナ軍によるクリミア半島にある黒海艦隊への攻撃は、今のところ数度チャレンジしてそれらの中から成功したものがこうして報じられています。もちろん攻撃が失敗したものもあるでしょう。しかし、失敗したとしてもそこで使われている弾薬類などを支援している国が補充さえしてくれれば、攻撃は連続的に行うことができ、そして解説したように軍艦の建造には時間がかかり、なおかつトルコのボスポラス海峡を軍艦は通ることはできません。ですから、黒海艦隊の船を一隻一隻でも時間をかけてもいいから減らし続けることがロシア軍の黒海での影響力を低下させることに非常に役立つのです。そしてそのような軍事的な行動の結果としてウクライナの経済力を再起動させるために必要な貿易ルートが再開されるというのであれば、これは十分にお金をかけても、また軍事的な支援をする国にとっても支援しがいのあるような話だと私は思います。というわけで今回の動画では、ウクライナ軍による黒海艦隊への攻撃について取り上げました。クリミア半島はすでにロシア軍にとっては安住の地とは言えません。今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見終わった後は評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。